今回はジムニーに載せているルーフテントの車検についてお話しします。まずこのルーフテントが車検に通るかというところなんですけど、結論から言いますと車検は通ります。ただ少し問題がありましたので、今回は車検を通した時の状況をお話しします。まず現状の説明をします。スズキジムニー2020年式 JB64 です。載せているルーフテントはジェームス・バロードスペースコンパクトシェル型のルーフテントで重さ 55kg です。ベースキャリア2本を使用してジムニーの上に乗せています。ネジ止めだけなので簡単に取り外すことができます。畳んでいる時のジムニーを含んだ高さは2メートルから 2.1 メートルの間で 2.1 メートル未満の立体駐車場に止めることができます。車検が通るか通らないかは事前に調べていたのですが、ネット情報を確認してもルーフテントを乗せたまま車検が通る、外さないと通らないと意見が分かれています。乗用車は OK だけど軽自動車は NG という記事もありました。2020年に新車で購入した軽自動車のジムニー、2023年の車検はルーフテントを乗せたまま通りました。でもすんなり通ることはできなく、検査官の言い分としては本当は外してほしいとのことでした。要するにルールが追いついてない感じです。最近ルーフテントを装着している車が増えていますので、今後ルール改定がありルーフテントを外さないといけないとなれば次回からは通らなくなるし、ルーフボックスやキャンパーシェルのように新しいカテゴリーでルーフテントは装着しても問題ないとなれば安心して車検が通せるようになるとのことでした。ということで歯切れの悪い結果でしたが、次回の車検はどうなるんでしょうか。もちろん外せと言われれば素直に従います。ルーフテントの購入を検討されている方、興味のある方の参考になれば幸いです。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。ではまた。はい、ここから余談です。こういうのってメーカー側の団体なのかな。ルーフテントを販売したい団体企業が圧力をかけて政治的にうまく調整してもらえるのがいいんじゃないのかなと思います。そうすると購入する消費者側も安心して買えるようになるので、ぜひねその辺はいい方向でルール改定していただけるといいかなと思います。こういうのはね欧米の力が強いので、欧米企業が頑張っていい感じでルールを調整してもらえればいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。